皆さんこんにちは。カレンゲームラボのカレンです。今回はついに CBT が始まる名調ワザリングウェーブスのこれまでの奇跡をおさらいを兼ね振り返っていきたいと思います。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。そして黒ゲーム様、ぜひプロモーション案件のご連絡お待ちしております。何卒よろしくお願いします。それでは見てまいりましょう。名調についてまだ知らないという方のために概要を解説。タイトル名は名調、グローバルタイトル名はワザリングウェーブス、リリース日は未定、ジャンルはオープンワールドアクション RPG、開発会社は黒ゲーム、対応プラットフォームは iOS、Android、PC、開発元である黒ゲームはスマホ向けアクション RPG に革命をもたらしたパニシンググレイレイブン、通称パニグレを制作したゲームスタジオ。パニグレは世界中で高い評価を得て、特にアジア地域で人気があり、メタスコアでも高い評価が出てます。イラスト、音楽、ゲームプレイにおいて高品質なアクション RPG と言っても過言ではありません。そんなパニグレを制作した黒ゲームより新作オープンワールドアクション RPG名調の制作が進んでいるとのことで、パニグレの高いアクション性とアンリアルエンジン4を採用した美麗なアニメ調グラフィックスをポストアポカリプスな世界観に落とし込んだ作品。本タイトルは2022年5月26日に前情報なしに突如としてティザーサイトがオープンし、一部界隈で盛り上がりを見せておりました。この時はほんと突然で夜中に急いで動画作った記憶があります。その後ゲームプレイトレーラーが公開され、7月に中国で初のベータテストも行われ、プレイされた方の情報がちらほら出始めた感じで、この時を皮切りに日本国内でも認知が広まり始めた感じですかね。ゲームの基本的な特徴としては3人編成によるキャラ入れ替え型で、 QTE やジャスト回避はもちろんパニグレの戦闘要素を踏襲したアクションとなっていて、倒したモンスターのエコーを収集するなど独自のシステムによりスタイリッシュアクションと収集要素を備えたゲームとなってます。バトルの特徴としてはオープンワールド上を多彩な手段で自由に移動することができ、戦闘中にワイヤーらしきものを使って空中での移動も可能、多角的な攻撃ができる仕様になってます。横軸縦軸での行動が可能となることでフィールドをフルに活用した戦いができるのはかなり楽しそうですよね。またジャストガードからの反撃アクションのバンドブレードやパリーの要素があり、極めると面白いんですよね。かなりそそる要素となっております。これ以外の独自要素としては各キャラには独自の共鳴スロットが用意されていて、基本的な攻撃やスキルを使うことでエネルギーを蓄積し、複数の属性の組み合わせによるシナジー効果を発動させるなど様々な戦術要素があるようです。また先ほどちょっとお伝えした倒したモンスターのエコーを装備することができ、戦闘中にモンスター固有のスキルを発動することが可能となっています。攻撃や支援など様々なエコーがあるので状況に応じて組み替えていくといった感じですかね。このエコーシステムが名調におけるバトルシステムのコアな要素の一つとなっているようです。ここまでが昨年7月くらいの情報で、そこからどの程度変わってきているかは不明ではあるものの、基本的に変更はないと推察しております。昨年9月の TGS で実際にプレイしてきて思ったのは、はっきり言ってスタイリッシュバトルでした。かなり面白い。キャラの動作も軽くスピーディーなバトルが展開され、さらにストーリーアニメーションからバトル、バトルからアニメーションと全てにおいてシームレスで繋がっているので、テンポの良いゲームプレイを体験することが可能となってます。TGS での私有は制限時間5分でワールドボス3体から1体を選び討伐するといった内容だったため、じっくりと操作方法を堪能するほどの余裕はなく倒すのに必死だったって感じです。その中でも特にジャスト回避、パリーについては思った以上に速いなといった印象、特にパリーが難しいかなといった感じです。ぶっちゃけ僕の PS が追っついてなかったのか、あとキーマウス操作っていうのが苦戦したよねっていうのが言い訳ですTGS 以降は大きな話題はなかったんですが、11月に公式ディスコードサーバーもオープンし、モデレーターさんや開発の方もコミュニケーションを頻繁に取ってくれて、かなり温かいサーバーだなといった感じでロムってました。まだディスコードサーバーに参加されていない方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。
12月頃からは開発チームプレリュードが公開され、開発陣による全体紹介、戦闘システム、アートデザイン、エコーシステムの4部作が動画で公開され、断片的に伝わってくる情報しかなかった状況だったので、これは結構嬉しい要素でしたね。まだ見てないっていう方はぜひご覧ください。熱意を持って真摯にゲーム制作をされているのが垣間見れますし、何よりゲームの面白さも伝わってくると思います。で、現在に至るということで、現時点でグローバル事前登録は100万人を大きく超えている状況と思うので、かなり期待されているタイトルと想定しています。さらにリリース前となればプロモーションも大きく開始されると思うので、まだまだ事前登録者の伸びしろはあると考えます。最近だと某銀河鉄道が500万人を突破し、破竹の勢いを見せておりますが、その上を行くのではないかと個人的には思ってます。リリース時期については、国内タイトルだと CBT が終わって2ヶ月後くらいにローンチっていうのがセオリーなんですが、海外のタイトルだとテストを数回行い、極限までクオリティを高めて世に出すので、早くても来年くらいになると推察してます。ちょっと過去振り返ってみると、突如として開発発表をしたり、中国で先行して CBT が開始されるなど、かなり開発も進んでいたと思うので、そういったところを踏まえると、もしかしたら今年来ちゃうかもしれないですね。だとしたらかなり痺れる展開。そうなってくると、もしかしたら今回の TGS でまた出展ってこともあり得る？今回の CBT は先行して行われたテスト部分のブラッシュアップになるのか、さらにその先までプレイできるようになっているのか気になる部分ではありますが、何にしても早くプレイしたいですね。ちなみに過去にいくつか名調の動画をアップしてますので、気になる方はぜひこちらもご覧ください。そしてプレイする上での各端末のスペックについてはこんな感じです。 Android は Android システムバージョン 5.1 かそれ以上、スナップドラゴン855かそれ以上、空き容量を 10GB 以上を推奨。 iOS は iPhone11 かそれ以上で空き容量を 10GB 以上推奨してます。そして PC の推奨スペックは Windows 7で64ビット以上、 CPU は Intel Core i5 第7世代または Ryzen 2700、ビデオカードは GeForce 1060か Radeon RX580、RAM は 16GB、ストレージの空き容量は 40GB となってます。スマホはだいたい 3,4 年前のモデルかな。PC でもスペック的には今となってはミドルローって感じですかね。割と導入しやすい感じで良いですね。今年は様々なジャンルで豊作が多く、覇権を取れるものが多いと感じております。特に海外の開発スタジオからリリースされるタイトルは力の入れ具合がバーネーって感じで、国内のタイトルを遊ぶ気にならんというのが正直なところです。さらに来年再来年とますますやべえのがいっぱいあるので楽しみが尽きないですね。名調については今後情報はもっと出てくるし、2023年4月25日から実施される CBT でがっつり遊んでいろいろな動画が出せるようにしたいと思います。引き続きよろしくお願いします。ということで今回は名調ワザリングウェーブスのこれまでの振り返りを行ってまいりましたがいかがでしょうか。これから様々なタイトルがリリースされるので、その中でも個人的には一番プレイしたいタイトルです。視聴者さんの中でも今年はこれだ、あるいはこのゲームを待ってるっていうのがあると思うので、良ければコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。チャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけると幸いです。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。